、こんにちは、あやです。今回の企画は、はい。FJ クルーザあー。でかいね。これは、うん多分初めてタスクさんに来た時じゃないかな。ここいつもお世話になってるね、ジムニーとかでよく出てくるタスクさんなんですけど、はい。それでこの色が違った FJ があったと思うんですよ。あれを見せてもらったのが初めて。なるほどね。そうで、実はうこれもともとベージュだったこの車すごいっていう FJ クルーザーと、をオールペンしたものです。全塗装だそうです。グレーなんだけど、緑が入ってますね。ちょっと緑っぽいね。そう、めちゃめちゃ綺麗な色で、これもサブチャンネルの方で、結構短いギュッとした動画なんだけど、はい。変わったみたいなやつをあげたのが、もう半年1年ぐらい前のやつの動画であげたんですけど、はい。それを今回はじっくり中も外も見ていこうと思います。まず外装なんですけど、ちょっとめちゃめちゃ上がってるよね。まず何インチアップなんだろうね。こんな足回り見たことない。何これ、何がついてるの、どうなってるの。まあこっちのは普通にサスペンションなんだろうけど、バネだがこれがすごいよね。ね。でこのさ、動いてるこれこれがなんか動くんだよね、こうやってね。これは何インチなの？これは20インチですね。20インチか。そうで、37の 12.50。多分なんか特殊なちょっともうわかんないね。サイズの表記の出し方するんだと思う多分。でも一応これは20イわからんンチは20インチなんだと思うんだよね。ホイールもさ、一応ワンピースなのか。ワンピースだよね。へえ。でもマットでかっこいいね。とっても車に合っています。はい。で、これはもうここが変わってるよね。これは抜いてるのか。ここは抜き加工になってますね。ほんででっかいライトついて、このさ、グリルというか、なんかここは何も開いてないんだよね。ね、ここってさ、なんか今まで普通に穴開いてるのかと思ってたけど、近くで見たら違う。ダミーでした。いや、でかい。どのくらい？こことほぼ一緒。本当だ。遠目で見ててもでかいんだけど、近くで見ると見える範囲がここしかないみたいな。いや、ほんとわかるわかるわかる。全体像がなかなかちゃんと把握できない大きさしてるんだけど、普通はライトなんかこんなとこついてないじゃん。あ、これカメラだ。ここにカメラがついてますね。で、こっち側の内側のカメラもちっちゃいミラーがついてる。どういう風に見えるんだろうわからんけど、ちょっと後で中の方を見た時に見たいと思います。なんかさ、もう取っ手もさ、取っ手っていうのでかくない？ごつくない？これは純正も一緒っしょ。でもサイドステップよ。もうさ、普通サイドステップってこうなんか、私が思うサイドステップは、ちょっと言えなかった。サイドステップは、こう乗るのを補助するみたいな、アシストするそうだよなはずなのに、これのアシストが欲しいぐらい。そう、サイドステップが欲しい。そうだね。はいのね、だってね。後ろのサスペンションはどう？これ？その斜めに生えてる銀色のか。これで、あとバネがなんかでかいね。あ、これバネか。足回り、下はこんな風になってるけども。マフラーの出方こうなんだ。あ、これマフラー？真下に出てるよ。あれはなんでこんなところについてんの？あれは何？ライト？LED じゃないのこれ？本当だね。なんか牽引するのかと思ったけど違うな。これね、これ牽引のやつね。ここにカメラがついてる。いやー、規格外ですわ。ほんとよね、顔何個分だろう。やばいなー、10個は入るわ。ほんで、これは何に使うの？後で山本さんにも来てもらって、今気になっていたことをちょこちょこ聞いていこうと思うので、だって分かんないよね。まずこれとか分かんない。なんかでもくっつける。あ、GoProつけるんじゃないこれ。ぽい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 。ほんとだ。荷物乗っけるのめっちゃ大変そう。でもこう抱えとるやん。荷物抱えてみて、そのままスッていけるんだよ。で上にルーフラックみたいな。じゃあこれこそどうつの？だってさ、後ろにさ、本来だったらはしごがあれば、あっちみたいにね、ランクルみたいにね、登れるけど、ないから。
なるほど。こういうよこってバスケみたいにね。そうそうそう。だってさ、まず給油するところもうんうん普通みんなこんなもんじゃん。ここ大変よ。やな。なんか抜く時がさ、うんみたいなこぼしそうで、ちょっと怖いね。で上にもライトがあって、本当だ、4つ。じゃあちょっと早速乗ってみてみよう。中見てみよう。中見てみようか。まずはじゃあ運転席から。これはうん。左ハンドルです。マジで？じゃーん。お、本当だー、左。あ、なんかもうすべてがごつい。しさ、純正の FJ 知らんからちょっとなんとも言えないけど。うん。私もなかなか乗る機会がないからさ、うん遠目ではいつもいいなって思ってたけど、おお、観音開きだ。すごいね。いいじゃん。いや、乗るん大変。いや、ほんとよ。いや、なかなかよこれ。ちょっと体の調子悪い時はもう乗れないよね。確かに。ルカロじゃん。あ、ほんとだ。ヘッドレストこんな感じのがあるの？しかもさ、うん、ほら、レカロのシートにもう最初からこれがついてるの。でも純正がレカロシートなの。すごくない？それだったら。うん、すごい。これはもうカスタムしてますね。これ私の昔のナビと一緒。で、これがリモコンなの。ああ、なるほどね。リモコンを一緒にしとるのか。ここをさ、うん切り取ってうん、埋め込んでる。じゃあこれもそうなんじゃない、ワンちゃん。違うか。実績もついてるけどすごいね。電動なんだね、全部。うん。これはどこ向いてるってやつか。すごいね。こんなのあんの？かわいい。ね。さあ、こういうダイヤルもめっちゃでかくない？でかい。あ、じゃあここも同じ同色じゃない？外装と。あ、ほんとだ。乗っとる気がする。だよね。うんすげえ。あ、ここもだ。じゃなくて。あ、でもそうなのかな。ほら、シーラとかうは、んうんうん。もう外パネルと中パネルが一緒かと思ったら、同じものだから、うん、中がこう貼られてなくて、そうだね。出てるみたいな。うんでも、音的には別物な感じがするから。おー、プラスチックだ。うん。これが四駆のやつかな。そうだね。切り替えるんじゃない？シーラとかでもあったよね。あったあったあった。なんかこの辺とかもさ、すごいな。なんかあんまり普通の今まで乗ってきた車じゃあんまり見ないような。そうだね。サブウーファーとかついてるしな。ほんで、なんかドリンクホルダー変わった位置に。もうここね。うん。ここのさ、中のメーターとかもさ、うんこのシフトのやつが出てるじゃん。パーキングとはいはいはいか。はい。で、これはバッテリーのやつもメーターがついてて、うんうんうん。昔のデジタルじゃないアナログな感じをちゃんと残してる感じがあって、可愛いし、鍵だね、まだね。それでもこれは海外系だから、鍵ってことはないよね。多分全部鍵なんじゃない？あ、じゃあさ、これさ、マイル表示なんかな？あ、ここに出るのかな？書いてない。ちょっとエンジンを。あ、キロとマイル両方あるじゃん、見て。上がマイルで、下がキロだ。本当だ。せっかくだからさ、マフラー音。そう、今すごいいい感じの音してる。安倍さんみたいな音。うん。引きに行きましょう。すごいいい音だ。う。めっちゃいいね。なんか本当に、うん、日本車じゃないみたいな。なんかスポーティーとは全然違うけど、排気量がでかい音。そう、めちゃめちゃこうトルクのあって、うん下から来る感じの音が。音がするね。すごいね、これね。いや乗ったらどんな感じなんだろうね。だってさ、ちょっと、ここは狭いよね。うん、狭い。ここのワイドはかなりあるけど、うんやっぱり車の幅がある分。うん。ここの縦幅がめちゃめちゃ短い。短い。あ、でもさ、このデジタルモニターがうん。めちゃめちゃでかくない？本当だ。デジタルか。これは、こっちか。下についてたミラーのうん。カメラじゃない？本当だ。なるほど。すごいね。こんな風に見えるんだ。何？眩しいからだ。こっちもあるけど、こっちにもある。なるほど。すごい、ほら。羽が生えてる。すげえ、便利じゃん、めっちゃ。ね。うん。こっちにわざわざやんなくていいんだよ。ね、面白い。めっちゃいいじゃん。じゃあちょっと後ろね。はい。
5名いけるのか。一応5名だね。うんであれがサブウーファーかな。あれか。ウーファーウハーなんじゃない？上にレールがあるのは何でしょうか。あ、本当だ。カーテンとかかな。なんだろうね。山本さんは結構こうアウトドアやっぱりこういう車が好きなだけあってさ、いろんなとこ行ったりもするから多分そういうので便利に使えるように何かをつけてあるんだと思うんだけどちょっとその辺も聞いていこうかな。そろそろ登場していただいて、はい。じゃあちょっとね分かんないことが多すぎるので、山本さんを呼び込もうと思います。読み込むのね。はい。山本さんお願いしまはーい。こんにちは。こんにちはタスクの山本です。す。お願いします。何がわからん、こんなわかりやすいシンプルな車。もともとの純正もちょっと詳しくないので、ああ、なるほどねママ。がまずこれ何インチアップしてんのかなと思って。足回りで8とボディで1だもん。タイヤ抜いて9インチかな。9インチだもんかける 2.54 かけてください。ここに出してね。はい。そう、とりあえず9インチ上がってタイヤで。うんもともと31インチぐらいのやつがこれ37だもんで6インチぐらいの半分の3インチぐらい上がってるか。すごいな。でも12インチぐらい。12インチぐらい全体で上がってる。うんうんあとこのタイヤの読み方が、うん。なんか普通の私たちが知ってるようなタイヤ。これに20そうですよね。これ37インチのうんうん。太さが 12.5 インチあああ、そうインチじゃんね。これすごいだからシンプルなそのまん表示。まなんだ。あとね、うんここ動くじゃないですか、走ってると。うん普通だとこっちの方はよく見るけど、うん。これ何の役割で何を動いてるんですか？これはアームが上と下にあってこういうふうに動く。あ、そういうことなの？そう普通はこれがなくて、うん。でこのサスペンションにタイヤがくっついてるじゃない。うん乗用まあこの4駆だからこれドライブシャフトがあるけど、はいはい。これにまあこのナックルっていう部分がくっついてるから、これが動くことによってここが動いたりするから、まあこれが省略されてるわけだね。うん。ここのくっついてる部分がこっちにアブソーバーについてるみたいな感じで、へえ。これは独立剣がって W シュボンだね。あいわゆるこっちの方が乗り心地がいいっていうね。そうなんだ。だからもっといいやつはもっと複雑な構造だけどセルシオとかああいうのも昔から W シュボンってね。あ。はいはいはい。へえ、そうなんだ。下げたらこう中に入っていくやつ。そうあ、これはこういう構造ってことやね。そうそうそう。そうなんだ。へえ、それは元からこういう構造なの？もともとそうだよ。そうなんだ。ちょっとこれは書いてある。しゃがみに変わってるけど、でも構造としては一緒。あ、そうなんだ。へーなるほど。こんな風に足回り見たことないから分からんね。てかこんなによく見えない？見えない見え見えない。ないこれって純正？ここ。純正。あ、これは純正なんだ。こうなんかダクトがある風ね。そうそう。あるあるのかと思ってたけど近くで見たらある風だった。ある風。なるほど。でこれも変えてるんですよね。これも変えてるこれもつけてるよね。そう。ちょっとね、意外とね、FJ オーナーならわかる。このエンブレムこれ僕自作じゃんね。これつけてんの？ここでちょっとつなぎ目があるでしょ。本当だ。本当だ。これもともともっと大きいトヨタの字を切って、でここにベースが残っちゃうからそれがかっこ悪いからまあそれをまた切って、でもう一個グリルのこの中古買って、ここに2個1でこう貼り付けて、やばでその上にこれが40のエンブレムを貼り付けて、でボディ同色に合わせてこうグリルをちょっとグレーに塗ったの字をここ。ー。取るんだ。そうだからもっとねトヨタの字がでかいの。本当だったら。なんだ。そうなんだ。これ全塗装してるじゃないですか。いくらかかったんでしたっけ？塗装屋さんにはねもう100万近くで、だけどあともうなんていうのもうついでにもうこういうねやれてしまう部品やら、ここもまあ新品に張り替えたりとかこのゴムも全部変えたから、ああ、だから綺麗だ。どうなんだろう120万ぐらいにはなっちゃってるかもしれない。ああ、すごい。そうで何を照らすライト？これねライトポジションだね。ああ、なるほど。ボールで連動してる。もともとこれもアメリカ仕様がついてるじゃんね。このあ、車幅灯みたいな。そうそんな感じだね。みんなこれは純正でついてるものなんですか？そう北米仕様これ左ハンドルじゃん。左ハンドルはもうこれが標準。ああ、なるほど。そうなんだ。そうついとかなきゃダメなんだ。なんでかようわからんよね。理由はわかりません。北米では必要な何かってこと？そうそあといね、や、これって何？それね夜になるとわかるんだけど、
一応名目はロックライトって言って夜岩場とか遊び行った時に足元が見えないからテラスランプなんだけど、なんか夜つけると車の周りが全部光るの。そうなんだ。でもここにもね、ここにもついてる。つけてみてあげるか。あ、本当だ本当だ。加藤加藤。もう昼間だから全然わかんないけど、ついた。本当だ。ついてるついてる。だから車の昔で言うとちょっとネオン管あったじゃん。あれみたいなもん。なるほど。山本さんこれは？そうそう、これもう一つ気になったの。これね GoPro がつくじゃんね。やっぱそうなんだ。そうこれね外してないだけで、たまにお客さんとなんかイベント行った時に走ってるのを撮るのにここカメラつけてあげて、それでずっと抜いていくとそこ風景が撮れるじゃん。なるほど。そうそうそう。これはここね本当はねフラッグポールって言ってポールをちょっと外しちゃってる今。なるほど。そうだからうちも YouTube でそういう撮影したのを上げてる。タスクチャンネルで。見たことあります。あります。意外とでもねあれがねやっぱ FJ オーナ嬉しいよね。見てよ。そうそうだよね。で自分の車が走ってるシーンってなかなか見れないじゃん。外からって意外と自分の車見れないんですそよね。うそうそう。だからそれを撮ってあげようと思っていつもねなんかイベントある時に僕が追走で撮ってくっていうのめっちゃで、いいね。そうこの間使ってそれをまだ外してないだけ。普段はねつけてないからね。これ元からついてるもんなんですか？これもね後からつけたこれをつけるためのアンテナをつけるための台を後からつけた。そうなんだ。まあなんかねアメリカ、それもアメリカの商品なんだけど、この台ね、このポールもそうなんだけど、もう FJ アメリカでは人気だから、いろんな部品がねアメリカ行くとアメリカの方がやっぱり人気なんですか？2002年からで3年先に出てる分、いろんな人気もあるアメリカでも。でも結構日本でもよく走ってる。そうアメリカで最初出て日本の人たちがこう欲しいなって言って車屋さんが輸入してくれて、で左ハンドルこういう乗ってる人たちが増えて、でなんかトヨタ自動車曰くなんかやっぱ街中にあるはずない FJ が結構見るようになって、でこれは日本でも売れるんじゃないかっていうのでこう日本で販売しようかどうかっていう話に持ち上がったっていうぐらい、だから日本で今売ってるのはその北米仕様を買って愛好してた人たちがいるからっていうのも本当ね、これはね開発してた人が言ってたから。そうなんだ。じゃあその人たちがいなかったら日本には入ってこなかった。入ってこなかったかもしれないね。そうなの。これ給油する時って大変じゃない？これね、こうだよ。そうだよ。終わる時とかそう大変になりそう。これどのくらい入るんですか、ガソリン？ガソリン多分70近く入るかな。そんなに入る？それぐらいは入ると思う。ちなみに北米仕様とこの日本の仕様は排気量違う？一緒。一緒なんだ。もうね、ハンドルが違うだけ？ハンドルが違うのとやっぱり多少日本の保安基準に合わせてちょこっと違うけど、もうほとんど見た目はもうこれがないぐらいかな。そうなんだ。このランプがないぐらいで、まあ光り方はちょっと違ってるけど、でもまあ見た目はもう一緒だね。あとリアバンパーがちょっと違うかな。僕のドアについてるじゃん、バックドアにナンバーが。そうアメリカはねここについてるんだけど、まあ日本のはバンパーが違う、ここにナンバーが。そういうこと。普通な感じになる。そうなるほどね。その違いがあるぐらいかな。あと内装で気になったのが、椅子これって純正ついてたわけじゃないんですよ。じゃない、変えた。これは電動？これは全部動くよ。そうなんだ。これもう30年ぐらい前のシートじゃない？でもこれ綺麗だけど張り替えてる全部。そうなの？そう破れちゃうから。やっぱこういうの？だけどそれもちゃんと今でもレカルが全部メンテナンスしてくれる。すごいね。そうだからこれも修理出した時にちょっと調子悪いとこがあって、それも直してくれたかな。うちの車は全部って言っていいぐらいレカロかな。そうなんだ。でもね使ってる人は分かると思うけど、本当に長旅にはおすすめ。おすすめ？おすすめ。本当に腰に優しい。そうなんだ。でこれちょっとあえちゃん座ってエンジンかけてみて。これはねまず下から。
これね空気のエアバッグ入ってて、あああ、なるほどなるほど。あお好みに合わせるか。そうそうそう、あ音がしてる。うん、あすごい。あこれすごい。わかる。わかる？うんこれはすごいわかる。でも自分のこの背骨の形に合わせてうんあいいじゃんいいじゃん。 3箇所こうへ背え中要はめっちゃ調整できる。まっすぐするここがね背骨がへこむじゃない。うんそこがへこんでるとやっぱ疲れるから腰が回ってでこれもね一応ね上でねこの背中の上の方が出てくるこの辺が出てるのかな。そう肩甲骨ら辺が。ああめっちゃ出てる。でしょ。で押すとまた抜けるじゃん。あ本当だ本当だ。でこれはこの横のあフィットするんだじゃあ。そうあえこっち？うんああ、本当だ本当だ。わかる。うんでも細い人とかのホールド性を上げるのにこれは何？これシートヒーター。すごっ。シートヒーターもついてるのか。そうシートヒーター。これメモリでああなるほどね。覚えててくれるんだ。そうそうそう3パターン。 3パターンもすごい。要は3人のドライバーの登録ができるわけよ。すごいね。じゃあ当時だいぶ高いシートだったんじゃないのここれ。れねすごい高かった僕が買ったけど確かね50万じゃ買えないじゃん。マジ一脚？うん買えない確かね。そうだよな。高い。もうちょっと忘れちゃったけど100万とかじゃないんだけど、昔これのバッファロー生地って言ってレザーがあってそれがね100万近かったのかな。マジか。やば。そうだからこれもでも50万はちょっと超えてたような気がする。そうか本当にでもすごいこういう車の部品が売れた時代のこうなんていうの生き残りだよ。だからまだ大事に僕は使っているわけだよね。だから30年は経つかな。経つね。すごいね。すごいと思う。でも張り替えてたらこんなに綺麗にずっと乗ってられるんですよね。そうでもそれをなんかこうちゃんと張り替えてくれるレカロもさ。すごいですよね。いや本当にこんなに長くメンテしてくれるって。そうだからレカロってどうしても乗り降りするとこういう擦れるじゃん。そうそ悪くなっててこはそこで修理も全部このねこのサポートのこれもちゃんとね、もう一台についてるやつは現物がなかったんだけど、それをあるものを使って加工してくれて作ってくれたりとか、やれる範囲のことは頑張ってやってくれるじゃんね。すごいね。うんレカロシートが余計欲しくなるよね。これも色塗ったんだよね。そうこれはFJ クルーザーの独特のあれでここの部分は全部ボディカラーと一緒になってる。外が黄色なのここも黄色で、僕の車前ベージュだったからここベージュだったじゃんね。であとここもグレードによるんだけど、ここもベージュでグレードによって黒のもあるんだけど、あそうなんだ。これはまあボディと同じ色だからここも塗らないとちょっとね浮いちゃうもんでベージュが。だからここも塗ったかな。だからなんかあれだよね昔のやつってこう中にも鉄板がむき出しだったジムニーとかそうだったじゃないですか。そうでもそういう多分雰囲気を出すためにこうワンポイントで出してんじゃないかなトヨタのデザイナーさんがね。なるほどね。これってなんか一人のデザイナーさんがやったんですよね。なんかね聞いた話だとアメリカ人のデザイナーがデザインしたのがもうほぼそのままの形で出てきた。すごいよね。あのミラーのちっちゃいミラーもついてるじゃないですか。あれはなんでああいう魚眼みたいなこれねこれがないと下が全然見えないでしょ。あ本当だ下が見るようなんだ。そうこれはねドアミラーの下のここ。そのカメラか。後方の後ろと前の下か。そうこれさ車検で直前直鎖ってフェンダーにキノコがついてるじゃない。ここに入ってるやつ。そうあれをつけない代わりにそのカメラが補ってくれてるじゃんね。でも車検通すためについてる。これだからそこにね赤色のボタンがあるでしょ。これそれを押すとねフロントカメラに切れる。本当だ。そうこれやらないと車検に通らんじゃんね。ジムにもフロントカメラつけたのと一緒ってことですよね。でジムには横はここのミラーで鏡で見れてるからいいけど FJ はそもそもないからこのフェンダーのミラーで補ってるから。これでね。そう北米のやつついてないじゃんね。それがそれをつけるってこともできるんですか。それがね要は右ハンドルって向こうについてるやつこっちにはつけれないから。難しいな。そうだもんでこういうカメラで対策するしかないから。でもまあカメラの方がスマートに。そうすっきりはするよ。すっきりするしこっちのがね見やすい。ここは特にミラーなんてあっこにあってもちっちゃいから結構ね役に立つじゃんねこのカメラは。だからこれはまあ安全対策としてもおすすめではあるかな。はいということで FJ のいろいろ外と中見せてもらったんですけど、なんかやっぱり
普段乗ってる車とだいぶ違うところがあってね、面白かったな。面白かったね。本当にすごい車です。すごかったね。うん。タスクさんは基本的にこの FJ は得意だし、どういうことをメインにやってもらえるんですかね。 FJ に関してはまあ結構もう何でも。まあ一応これ全部リフトアップもまあちょっとファブテックっていうちょっとまあこんだけしっかり上げれるキットもアメリカから輸入したりとかして自分のところでまあ取り付けもやってるんで、まあエンジン中身以外って言ったらいいかな。なるほどね。まあ外装足回り等は何でも相談いただければ。はい。こういうのも海外から取り寄せてつけてもらうこともできるってこともう一応このラックもラックもね、もうこれうちが代理店やってるメーカーだし、このバンパーもまあ直接まあデメロというまあ有名なアメリカでメーカー、もう全部ついてる部品は全部アメリカからうちでコンテナで輸入してるんで、へえ。なのでまあそういうタイミングが合えばね、そういうのも取り寄せることも可能ですのでね。なるほど。 FJ 以外にも結構四駆だったら何でも相談乗ってもらえる。そうだね、トヨタ系の US の車であれば、タコマも来るし、今だと新しいハイラックスも来たりするし、だおお、なからるほど。四駆は最近やっぱ FJ の関係でたくさん来てるかな。いいですね。はい、ジムにもね。ジムにジムにジムもねにはもう本当にノブレスラーのあれを作った本当ですか。本当にもうね 100% と言っていいかな。うちのこのジムニーが来ると YouTube 見ましたって。だおから本当に遠いところからも来てくれるしね。ありがたいですね。もうそうジムニーの方ももうおかげさまでたくさんつけてるのありがとうございます。ありがとうございます。でよろしくお願いします。はいっていう感じで、はいタスクさんはかなりこういう車に詳しくて、相談にもかなりはい乗ってくれるので、はいもし気になるなとかやってみたいなっていう方は、はいこちらにねお気軽にお問い合わせください。はいはい、お願いしお願いしまます。で次回はす。今回ねレビューさせてもらった FJ に乗らせてもらうことができるので、お、はいなんと。はい、試乗動画とうん。あとここのお店タスクさんのお店をもうはい少し詳しくはいはいご紹介したいと思います。はーい次回もお楽しみに。はい、お願いします。